おー、こんなに近くに島があるんですね。向こうの島まで泳いで渡れそうです。皆さんこんにちは、ルナです。今日は海沿いをのんびり散歩しています。釣りをしに来たのではなく、歴史的に重要な建造物を見に来たんです。少し遠いですが、徒歩でしか目的地までたどり着けないんですよね。阿武戸観音と書かれているのが見えますか？この道を行けば、あの丘の反対側の崖の上にある小さなお寺に行けますよ。私は都市から離れた海辺が好きなんですよね。時間がゆったり流れているように感じるので。日本は海に囲まれた国ですが、ここは瀬戸内海と呼ばれる海です。本州と四国の間に位置しているので、いつも穏やかで安全な海なんですよ。ここがお寺に続く道です。日本では観音という名前のつくお寺をよく見かけます。観音は観音菩薩の略で、慈悲深い仏様のことです。観音様は多くの人に信仰されているので、よく耳にします。見ての通り、このお寺は珍しい場所にあることが特徴なんです。もしあなたが高所恐怖症なら、恐怖を覚えるかもしれませんね。でも、上の方はどんな感じなのか気になりますよね。怖くない人は行ってみましょう。もともとこのお寺は約1000年前に建てられたそうです。もちろん、ここにはエレベーターはありません。まだ半分までしか進んでいませんが、景色は本当に綺麗です。高いところに立って海を見渡すと、こんな感じなんですね。ここから簡単に落ちてしまいそうです。私たちが通ってきた道がありますね。ほとんどのお寺はこのような人里離れた崖の上にあるわけではありません。今では海を見ていると船に乗りたくなってきました。このお寺は船乗りの目線からは非常に美しく映るでしょう。それではお寺の中はどうなっているのか正面から見てみましょう。おー、とても興味深いですね。このお寺にはとある目的を持った人が訪れます。中を見てみると、胸のぬいぐるみのようなもので飾られています。実はこれ、妊娠中の女性が安産を祈願して作ったお供え物なんです。ここは妊娠している女性、あるいは妊娠を希望する女性のための特別な場所なんです。出産に向けて緊張しているから、ここに来てお祈りをしているのでしょう。この絵馬には、元気な赤ちゃんが生まれてお乳がたくさん出ますようにと書かれています。これは安産祈願というお祈りの一つで、無事に赤ちゃんが生まれてきますようにという意味です。お寺を訪れるのに特別な目的がある場合があります。そのお寺に各地から参拝しに来る人がいるのです。受験生や車を買う人、恋人を探している人のためのお寺もあります。ここは出産を控えた女性のためのお寺なんです。そういえば、この漢字は読めますよね。意味は花です。1年生の漢字で学びましたよね。このように漢字を学ぶことが、こういった興味深い場所をより深く理解することにつながります。漢字を勉強するいい機会になっていると思いませんか？ I hope you enjoy the tour, but don't forget to push the like button and leave a comment if you have any questions. Now, let's study kanji. 今日の最初の漢字はこのように書きます。1、2、3、4、5、6、7。画数は7画です。訓読みは車です。
In English, 車 means car. 音読みは車です。例を挙げると、電車、中古車、自転車。例文は、以前は自転車で出勤していました。でも、お金を貯めて中古車を買ったので、今は車を運転して出勤しています。次の漢字は、1、2、3、4、5、6。画数は6画です。文をつけると、自分と読みますが、送り仮名にらをつけると、自らと読みます。Both 自分 and 自ら means oneself or just myself。音読みは自です。例を挙げると、自立、自信、自由。例文は、私は大学生になったら一人暮らしをしたいのですが、それほど自信がありません。次の漢字は、1、2、3、4、5、6。画数は6画です。送り仮名のくをつけて、行くと読みます。In English, 行く means to go。音読みは、こうです。例を挙げると、旅行、銀行。例文は、来年の秋にタイへ旅行に行きます。一緒に行きませんか？次の漢字は、1、2、3、4、5、6、7。画数は7画です。送り仮名のるをつけて来ると読みます。In English, 来る means come。音読みは来です。例を挙げると、来週、来年、未来。例文は、来週末に漫画部のパーティーがあります。太郎くんが来てくれるといいのですが、来れるかどうかはわからないと言っています。今日の最後の漢字は、1、2、3、4。画数は4画です。送り仮名の丸をつけて、止まると読みます。In English, 止まる means stop。音読みはしです。例を挙げると、禁止、中止。例文は、ここで車を止めてはいけません。看板には駐車禁止と書いてありますよね。警察に見つかったら切符を切られるかもしれませんよ。今日もお疲れ様でした。小学校2年生の漢字なので、まだ基本的なものですが、そろそろ難しくなってくるかもしれませんね。時々復習をするのが大切ですよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。